に秘密を知られてからずいぶん経ったっすけど、いろんなことが変わっていったっす。あんたが一緒に頑張ってくれたおかげっすね。いやー、最初は和平大使なんて絶対無理って思ってたっすけど、なんだかナイトメアも風通しが良くなって頑張った甲斐があったっす。でもまだまだ真のヒーローへの道は遠い。これはきっかけに過ぎないっす。もっともっと努力して早く一人前の団員だって認めてもらえるようにならないと。そうかそうか、それは感心だ。そのためにまず一つアドバイスだが、立番をしている時にでかい声で独り言を言うのはやめろ。見ていて恥ずかしくなる。失礼したっす、隊長。今後は小さい声で独り言を言うことにするっす。いや、黙って仕事をしてくれ。ただ最近の働きぶりが見事なのはその通りだ。そこで今までとは違う任務を任せたいと思っていてな。今までとは違う任務？それってもしかして超重要なヒーローっぽい特殊任務だったりするんすか？ああ、もちろん。その名も落とし物係。おい、露骨にがっかりするな。ナイトメアの立派な業務の一環だぞ。お前と一緒にバイトも現場に入れるから仲良くやれ。あんたも落とし物係になったんすか？ナイトメアの和平交渉を頑張ったメンバーが揃って落とし物係なんて納得できないっす。やかましい。こっちだって落とし物係の係長から今月人員補充がなかったら辞めますって脅されてるんだよ。なんか暇そうな部署なのにずいぶんな要求っすね。落とし物の管理をするだけでしょ。確かにここは市民から届けられた落とし物を受け付けたり、逆に落とし物を探している市民から話を聞いて該当する物品が届いてないか確認する部署ではある。だが暇かどうかは身をもって確かめるがいい。いい社会勉強になるだろう。なんかずいぶん意味深なこと言って去っていったっす。そんなにヤバい部署なんすか、落とし物係って。なるほど、そっちもすごく忙しいってこと以外はほとんど何も聞かされてないんすね。じゃあ悩んでても仕方ないっす。とりあえず中に入ってどんなお仕事か見てみるっす。自分今日から配属になった。まさか君たちはやっと申請が通ったのか。増員だ、増員が来たぞ。なんなんすかこのどんよりした雰囲気。働いてる人たちことごとく猫背でため息ついてるんすけど。ようこそ落とし物係へ。私がここを取り仕切っている係長よ。よろしくね。よかった、顔色の良さそうな人もいるっす。なんでみんな元気がなさそうなんすか？入ってきた時びっくりしちゃったっす。ちょっと日々の疲れが溜まってるだけよ。
ここはアットホームな雰囲気で若手でもすぐに昇進できる素敵な職場だから、怖がらないで頑張ってちょうだいね。それを聞いたら安心したし、やる気も出てきたっす。ところで自分は何をしたらいいんすか？窓口業務をお願いするわ。市民への対応とそれに伴う書類の作成をやってちょうだい。書き方はキャビネットに見本があるから、それを参考にして。これだよ。間違えないようにね。どうも。でも見た感じ、そんな難しそうな書類じゃないっす。和平交渉の時に書類仕事の練習をしといてよかったっす。あら、それは頼もしいわね。それじゃあ早速。総員構え何なんすか？急にどうしたんすか？受付時間だ。奴らが来る。窓口開きます。って窓口開けるだけっすか？別に戦いに行くわけじゃないのに大げさすぎるんじゃ。なあ、財布落としたんだけど届いてないか？家の鍵を落としちゃって。これを拾ったんだけど、どうすればいいのかね。落とし物したいんですけど。なんすかこれ？窓口開けてちょっとしか経ってないのに、もう見渡す限り相談者で埋め尽くされてるんすけど。ぼさっとしてんじゃない。次々片付けていかないと押し込まれるぞ。とっとと市民どもの相談を切り返せ。係長もさっきまでと人格が変わっちゃってるっす。どうしたらいいんすか？その通りだ。そっちのやさ男はよくわかってるじゃないか。目安箱にクレームを投函されたくなかったら対応しろ。市民はお前らひよっこの判断を待ったりなどせんのだ。了解っす。と言っても一体どれから手をつけたらいいんすか？順番待ちの列すらわからなくなってるっすよ。これを拾ったんだけどね、落とした人困ってると思うんだよね。誰か話を聞いてくれんかね。よし、この人の話からお伺いするっす。見たところボロボロの黒いフードみたいっすけど、どこで拾ったんすか？定食屋の裏のゴミ捨て場だよ。つまりゴミとして捨ててあったのでは？これも落とし物として受け付けなきゃダメなんすか？当たり前だひよっこ。落とし物ではないと断言できないものは全部落とし物だ。それが牛乳を拭いた後の雑巾だろうが、書類を作って受理しろ。わかったっす。あと聞かなきゃいけないのは拾った時間と届けてくれた人の名前と住所と。何をのんきにやってるんだよ。そんなゴミのことより俺の財布を探してくれよ。あれがないと今日の昼飯だって食えないんだぞ。順番にお願いするっす。どうすれば？助かるっす。手分けしてどんどんさばいていかないと窓口が人混みで押しつぶされちゃいそうっすよ。家の鍵探してください。色は銀色でこれくらいの大きさなんですけど。はい、ただいま。届いてる落とし物ってどの書類を見たらいいんすか？これが目録だ。ちなみに銀色の鍵は今日までに300件以上届いている。マジっすか？その中から探せってことっすか？
いつ落としたのか確認して、それ以降に届いた鍵だけ見ればいいんだ。相談者から状況を聞き出して倉庫に走れ。全速力だ。なんとかラッシュは乗り切ったっす。あんたがいなかったらどうなってたことか。というか落とし物係ってこんなに忙しかったんすか？その通り。ランドソル中の落とし物がここに集まるんだ。首都でたくさんの人が住んでるから。みんな知らないだけでとんでもない数の落とし物があるんだよ。塵も積もればなんとやらってやつだね。道理ででっかい倉庫がいくつもあったわけっす。まさか落とし物係がこんな過酷な部署だったなんて。相談者からいっぱい文句も言われるし。みんなお疲れ様。私はこれから団長と倉庫の増設についての会議があって定時まで戻れないけど、あとはよろしく。え、そうなんすか？それじゃあ先輩たちに従って。夜勤明けで早上がりなんで、あとはよしなに。そんな、待ってほしいっす。新人だけ置き去りにしないでほしいっす。アットホームな職場じゃなかったんすか？ちょっと行っちゃった。でも並んでた相談者も一通り対応は終わってるし、なんとかなりそうではあるっすね。作成が間に合ってない書類は山のように残ってるっすけど。書類の方もなんとか片付いたっすね。もう定時だし、あとは窓口を閉じて係長の帰りを待つだけっす。受付時間外に申し訳ない。黒い手袋が届いていないか確認してほしいのだが。今日届いたものだけでもいっぱいそれっぽいのがあるっす。時間外って分かってるなら明日にしてほしいっすよ。手袋なんて今日一日なくたって大丈夫だろうし、やんわりと説得して出直してもらうっす。この人の話聞いてあげるんすか？もう受付時間終わってるっすよ。おじいさんは助けてほしいからここまで来た。だから助けてあげないのはダメだと思う？それはそうっすね。申し訳ないっすけど書類だけお願いしてもいいっすか？自分倉庫から最近届いた黒い手袋全部持ってくるっす。おじいさん、それを一緒に確認しましょう。もしかしたら届いてるかもしれないっすから。すまない。ありがとう。これだよ。この手袋だ。よかった。届いていたんだな。いやー、よかったっす。もしかして高級品だったりするんすか？いや、手作りだよ。ずっと昔妻が私に編んでくれたんだ。大切にしていたはずなのに落としてしまうなんて、年を取りすぎてしまったようだ。あいつが死んでもう随分と経つものな。亡くなった奥さんとの思い出の品だったんすね。親切な人が届けてくれてよかったっす。ああ、まったくだ。それにお前さんたちも時間外だったのにありがとう。やっぱりナイトメアは頼りになるな。次からは落とさないように気をつけてくださいっす。はあ、そうじゃなくて反省してるっす。
ただの手袋だから後回しでいいなんて思ってたんすけど、お金を払っても取り返しがつかない大切なものだったなんて。相談に乗ってあげなかったらあのおじいさんきっと家に帰ってからも不安なままだったっす。今夜だけの話だったとしてもそんなの間違ってるっす。ナイトメアはいつでも市民の助けになる。あんたがお手本を見せてくれたおかげで自分初心を思い出すことができたっす。悪党をやっつけるのも落とし物を探してあげるのも同じくらい大切なお仕事っすね。今日は一緒にお仕事してくれてありがとうっす。気合を入れ直して明日からも落とし物係頑張るっす。自分もあんたに甘えっぱなしちゃダメっすね。たくさん助けてもらった分今度は自分が力になるっす。それで成長したところを見てもらうっす。落とし物係に来てからもう1週間経ったんすね。最初こそ大変だったっすけど流れを覚えたらサクサクさばけるようになってきたっす。昨日も落とし物を返してあげたらお礼を言われたし、なんだかやりがいがある仕事って気もしてきたっすよ。この調子でまずは一人前の落とし物係を目指すっす。そうかそうか、前向きに頑張っているようで何よりだ。正直予想外だったが。あ、隊長、どうしたんすか落とし物係に来るなんて。もしかして何かなくしちゃったんすか？いや、そうじゃない。落とし物係の仕事気に入ってるのか？もちろんっす。物をなくして困ってる人たちを助ける大切なお仕事っすからね。そうかそうなのか。実は話があるんだが。2人揃って今度は採用係に転属？まだ1週間しか経ってないのに適当すぎないっすか？待て、言い訳をさせてほしい。まず転属とは言っても一時的なものなんだ。今回のキャンペーンの間だけだからね。期間限定のお手伝いってことっすか？ナイトメアの人手不足ってそこまでヤバかったんすね。まあ人手不足なのもそうだが、今回の事情はもう少し深いところにある。お前たち2人はビースト族との和平交渉で大活躍している。それをアピールするような形で今回の採用活動を展開していきたいわけだな。まだちょっとわかんないっす。採用活動と和平交渉がどうつながるんすか？要するにもうナイトメアは
ビースト族を敵視するような組織ではないことを併せて宣伝したいのだ。そうすることで幅広い種族からの応募を期待できるからな。それってつまりビースト族でも応募していいってことっすか？ナイトメアの団員募集に。応募を認めるだけでなく公平な選考も約束する。それを喧伝するのに和平大使だったお前たち以上の適任はないだろう。採用会議で団長もそうおっしゃっていたぞ。本当っすか？ジョーさんがそんな風に言ってくれてたなんて自分感激っすよ。これはもうやるしかないっす。今回もあんたと一緒みたいだし、きっと大成功間違いなしっすよ。ただ自分たちが急に抜けて落とし物係は大丈夫っすかね？激務なのに人手が減っちゃったら。安心しなさい。その辺の話はついてるから。あなたたち2人を貸し出す条件としてそいつの部下5人を落とし物係に回してもらったの。このように相応の犠牲も払ってるので必ず結果を出してほしい。いや本当に。了解っす。いっぱい応募してもらえるよう一生懸命宣伝するっす。採用係からお願いされたのは団員募集のチラシ配りと志願者からの問い合わせ対応っすね。市民から採用について質問があったら答えてあげてほしいそうっす。というわけで呼び込みをかけながらチラシを配りたいんすけど、どんな感じでやればいいんすかね？やっぱり街の平和を守る仕事なんだから真面目な雰囲気を出した方がそれっぽいっすよね。ナイトメアは団員を募集しているっす。ランドソルの治安を守り市民の笑顔を守るお仕事っす。興味のある方はぜひチラシをどうぞ。何をやってるんだ祭り。ここはビースト族の居住区だぞ。ナイトメアの団員募集なんかしたって意味がないだろう。そんなことはないっす。実は。なるほど。ビースト族でも公に応募が可能になったのか。まさかナイトメアがそこまで考え方を変えるなんてな。これからはどんな種族もウェルカムっす。大切なのは街の平和を守りたいって気持ちだけっす。できれば激務に耐える体力もあった方がいいっすけど。わかったよ。俺は荒事が苦手だから応募はできないけれど、新しいナイトメアのこと応援してる。嬉しいっす。応援だけでも大歓迎っすよ。できれば他の人にも宣伝よろしくっす。はあ、なんかジーンときたっす。ちょっと前まではいろいろ気を使いながらナイトメアで仕事してたっすけど、今の流れが続いたらそんなこともなくなるっす。さっきみたいに応援してくれてる人たちもいっぱいいるし、採用の仕事も成功させたいっすね。いやー、たくさん宣伝できた気がするっす。街の人たちの反応もかなり良かったっすね。これなら応募者の数も期待できるんじゃ。あの子こっちを見てないっすか？未来の団員になってくれるかも。早速声をかけるっす。こんにちは。もしかしてナイトメアに興味あるっすか？よかったら君にもこのチラシをプレゼントするっす。でも僕はビースト族だし、本当にビーストでも騎士になれるの？もちろん。ナイトメアは変わったっす。
昔みたいにビースト族だからって目の敵にしたりしないっす。だから自信を持って応募してほしいっす。あ、でもあんまり若すぎると年齢制限には引っかかったような。じゃあもっと大きくなったら応募する。チラシ1枚ください。はい、どうぞっす。ナイトメアの仕事がどんな雰囲気か、これを読んでしっかり予習してほしいっす。ありがとう。文字ばっかり。なんかよくわかんないし。あれ、あんまり反応が良くなさそう。そんなにわかりにくいっすかね、そのチラシ。どんなお仕事してるのかわかんない。アットホームで若手が活躍してて、すぐ昇進できて、幅広い裁量権が与えられるお仕事ってどういうこと？確かに印象のいいことを書きたかったんだとは思うんすけど、もうちょっと具体的なことも載せてほしかったっす。お給料や採用条件はしっかり載ってるから大人向けのチラシってことなんすかね。それにしたって不親切っすけど。おお、ナイスアイデアっす。どんな仕事かちゃんと分かった方がみんなも応募する気になると思うっす。自分も落とし物係がどんな仕事か分かるまであんまりいい印象なかったっすからね。早速採用係に相談してみるっす。というわけでまた今度会いに行くっす。パンフレットができるまで待っててほしいっす。ありがとう。待ってるね、お姉ちゃん。で、採用係に相談した結果、宣伝効果で応募者が殺到していて、自分たち以外にパンフレット作りに参加できそうな団員がいないと。嬉しい悲鳴かもしれないっすけど、困ったっす。自分とあんたで何パターンか作ってみたっすけど、正直直球すぎるっす。まあ事実ではあるんすけど、レイアウトもイラストも全然上手に仕上がらないっす。業務書類が作れるんだからパンフレットもできるはずだって思ってたんすけど、やっぱり勝手が違うっすよ。素人2人だけじゃどうにもならないっす。このままじゃあの子との約束守れなくなっちゃうかも。まつりちゃんじゃないか。採用係の仕事はうまくいってるのか？あ、落とし物係の先輩。実は今困ってることがあって。なるほど、パンフレットの作成か。そういうことなら落とし物係のみんなを集めてこよう。市民向けに手続きの解説資料をよく作るから慣れてるんだよ。いいんすか？ただでさえ忙しい部署なのに自分たちの手伝いをしてもらうなんて。採用が滞ったら困るのは俺たちだからな。係長に許可だけもらってくるよ。こんなもんでいいんじゃないかな。どうかな。おお、すごくいい感じの表紙になったっす。あとは各ページに載せる図とか文章を考えないと。最初のページにはやっぱりナイトメアとはそもそもどういう組織かを説明するような文章を入れた方がいいよな。それとかっこいいイラストも入れるっす。開いた時にバーンとかっこいい王宮騎士の絵があったら小さい子供は大喜びすると思うっす。様子を見に来たけどうまくやってるみたいね。採用係に貸しも作れたし、私としても言うことなしだわ。手伝いを許可したことなら気にしないで。先に借りを作ったのはこちらの方だから。
あの子が難しい立場にいた時、私たちは何もしてあげられなかった。奇妙な帽子と飛び出した尻尾を見て見ぬふりをするだけだった。でも、あなたはそばで支え続けてくれた。あの子ね、あなたの話をするとき、すごく楽しそうなのよ。それが嬉しくもあるし、悔しくもあった。私たちは、王宮騎士は、もう二度と手を差し伸べる種族を選ばない。あなたたちの絆と、そこから得られた結果に感謝するわ。あれ、係長？何のお話をしてるんすか？いつもあなたを気にしてくれてありがとうって伝えたのよ。お世話になってるって話してくれたじゃない。その話しちゃったんすか？恥ずかしいから秘密にしておいてほしいって言ったじゃないっすか。秘密にする必要なんてないじゃない。これからも彼と一緒にたくさんお仕事をこなして一人前の団員を目指していくんでしょ？そりゃそうしたいっすけど、いきなりこんなこと言われてびっくりしてないっすか？本当っすか？へへへ、ならよかったっす。自分、あんたがいなかったら途中でくじけてたかもしれないっす。秘密を打ち明けられる人って他にいなかったから。ずっとそばにいてくれて、正直、心強かったっす。きっと、他の人たちにも、そういう誰かが必要なんすよ。不安な時、支えになってくれるような人が。自分は、そんな団員を目指したいっす。だからまず、ビースト族の子が安心して応募できるような立派なパンフレットを作るっすよ。おー！というわけで、これが約束のパンフレットっす。どうっすか？わかりやすくなったっすか？すごい面白そう。かっこいい絵がいっぱい描いてある。やっぱり悪い人をやっつけるお仕事なんだね。でも他にもお仕事があったのは知らなかったかも。いっぱいいろんなお仕事があって楽しそう。そういうことっす。いろんな形で困ってる人を助ける組織っすから、もうちょっと大きくなったらぜひ応募してほしいっす。わかった。ありがとうお姉ちゃん。パパとママにも見せてくるね。大人気じゃないか。俺の周りでもパンフレットを見て応募したビースト族が何人もいたよ。祭りの頑張りを見て協力しようって気になったみたいだ。本当っすか？嬉しいっす。ナイトメアにビースト族の仲間が増えたら心強いっすよ。どうやら採用係の仕事も立派に果たしたようだな。隊長、お疲れ様っす。そっちの業務は大丈夫っすか？まあなんとかなっている。それよりお前たちのパンフレット大評判じゃないか。子供にも分かりやすいと取り寄せの依頼が殺到しているらしいぞ。やったっす。大変だったけどみんなで一生懸命作ってよかったっす。後で落とし物係のみんなにもお礼を言っておくっす。ぜひそうしてくれ。採用は組織を維持するための柱だ。新しい人材が入ってこなければ組織はどんどん摩耗してしまう。落とし物係と同様、地味に感じるかもしれないが大切な仕事だ。他の団員と協力しながらよくぞ立派に果たしてくれたな。団長にも活躍ぶりを報告しておこう。ありがとうございます。聞いたっすか？めちゃくちゃ褒められたっす。やっぱりあんたと自分は最高のコンビっす。どんな仕事でもこなせちゃいそうっすね。もちろん甘えてばかりじゃダメっすけど、はい、これからもどうぞ
うぞよろしくっす。最近あんたと一緒ならどんなことでも乗り越えられる気がしてきたっす。あんたも同じ気持ちでいてくれたら嬉しいっす。最初に落とし物係に配属された時はどうなることかと思ったっすけど、最近団員としてすごく成長できた気がするっす。町の人たちの力になるのって悪党をやっつけるだけじゃなくていろんな形があるって勉強になったっすよ。まだまだ覚えなきゃいけないことがたくさんあるっす。でもこの調子ならもうすぐ一人前の団員に。あれ、なんか体が光ってないっすか？前にもこんなことがあったような。やっぱり納得できないっすよ。ちゃんと平等に扱うべきじゃないっすか？でも遊園地でゴーカートに乗るの楽しみにしてたんすよ。パンフレットでどんな車があるか予習して乗るやつだって決めてたのに1センチだけ足りないなんて。もう1週間も前の話なんだから諦めた方がいい？兄貴もお父さんと同じこと言うんすか？みんな自分の悲しみを分かってくれないっす。また背が伸びてから遊園地に行けばいいって言われたんすけど、身長なんていつ伸びるか分かんないっすよ。自分も早く兄貴くらい大きくなりたいっす。どうしたんすか？じーっとこっちを見て。自分が大きくなったらどんな風になるか楽しみ？背が伸びるだけで他はそのままじゃないっすか？でもお父さんとお母さんも子供の頃とは全然顔が違うっす。もしかして自分も今とは別人みたいになっちゃうんすかね？ちょっと心配になってきたっす。そんなことができるんすか？画像加工アプリ年通る。なんすかそれ？誰かの写真を撮ったら未来の姿を AI が予想してその通りに加工してくれるアプリ。すごいっすね。面白そうっす。やってみたいっす。あ、でもまずは兄貴で試してみてもいいっすか？兄貴の未来の姿も気になるっすから。ありがとうっす。それじゃあスマホを借りるっすよ。こっち向いて。はいチーズっす。あとはどれくらい年を取らせるか設定するっすね。適当に50年後くらいにしておくっす。おお、ちゃんとおじいさんになってるっす。顔つきも変わったっすけどちゃんと兄貴ってわかるくらいには今の雰囲気も残ってるっすね。このアプリすごく正確かもしれないっす。自分で試すの緊張してきたかもしれないっす。
いや、今更やめるなんて言わないっすよ。でも変な顔になったら嫌だなって。兄貴も一緒に見てくれるんすか？安心できるような、不安なような。どんな顔になっても笑っちゃダメっすよ。きっとヒーローみたいなかっこいい大人になれる？兄貴に言われたらなんかそんな気がしてきたっす。気合を入れて、はいピースっす。うまく撮れたっすか？どうっすか？設定は10年後にしてくれたんすね。確かにそれならもう自分も大人っす。どうなってるんすかね。自分大人になったらこんな感じなんすか？思ってたのと違うっす。だってこんなのなんていうか、そういうこと言わないでほしいっす。自分はトラタイガーみたいなかっこいい大人になりたいっすよ。こういうのは違うんすよ。今すぐ消してほしいっす。だいたいこんなに髪が長かったら悪者と戦えないっす。引っかかって危ないっす。口紅も大人っぽい。その感想もいらないっす。自分は化粧なんてしないっす。兄貴絶対からかってるっすね。そんなことない？本気で美人だって思ってる？これはこれでとっても素敵な大人？そうなんすかね。自分が知らないだけで大人の人たちにはこういうのが素敵な大人なんすか？確かに着てる洋服とかはすごくおしゃれっす。今の自分じゃ絶対に似合わないっすけど、なんていうかいろいろ足りてないし。兄貴はこういう人が好みなんすか？こういうおしゃれな格好をしてちゃんとお化粧もバッチリ決まってる女の人が。違うんすか？じゃあこの写真の何がいいんすか？笑顔が似合う大人になってる自分だから？ちょっと見とれてた？なんか適当にそれっぽいこと言ってごまかそうとしてないっすか？じゃあこういう大人になった自分が泣いたり怒ったりしてたらその瞬間素敵じゃなくなるんすか？また笑顔が見たいと思って助けてあげたくなる。そういう答えは予想してなかったっす。それってずっと仲間でいてくれるってことなんすかね。最初はヒーローっぽくないって思ったっすけど、大人になっても兄貴が助けてくれるなら悪くないかもしれないっす。だってずっとそばにいてくれるってことっすよね。それってもしかして兄貴、それって照れてなんかないっすよ。やっぱり兄貴自分のことからかってるっすね。この画像は消去するっす。お父さんとお母さんに見せなくていいかって？見せちゃダメに決まってるっす。友達はもっとダメっす。親がダメなんだから当たり前っす。お願いっす。意地悪しないでほしいっす。こんなの他の子に見られたらもう学校に行けないっすよ。兄貴やめてほしいっす。やっと画像を消してもらえたっす。もったいないって顔してもダメなものはダメっす。褒めてくれたのは嬉しいっすけど、あれは恥ずかしすぎるっすよ。自分と兄貴だけの秘密にしてほしいっす。だいたい
本当に自分あんな感じになるんすかね。全然想像できないっすよ。途中で性格が変わったってことなんすかね。性格が変わってないのにあんなおしゃれをしたいと思わないだろうし。兄貴はどう思うすか？10年経っても性格って変わらないと思うすか？それとも大人になったらいろいろ変わるんすかね？あのアプリは見た目から予測しただけ？本当にどんな大人になるのかは自分次第？急に難しい話になったっす。トラタイガーも時々似たようなこと言ってるっすけど、正直あんまりピンときてないっす。経験によって人は変わるから、なりたい自分になるために小さな努力を積み重ねていくのが大切。なるほど。兄貴はさすがっすね。大人っす。きっと毎日なりたい自分を目指して頑張ってるんすね。なんで目をそらすんすか？とにかく兄貴の説明でいろいろ納得できたっす。そういうことなら自分はトラタイガーみたいなヒーローを目指してできることをやっていくっす。まずは背を伸ばさないと。毎日牛乳を飲んで兄貴と同じくらいの身長を目指すっす。かっこいい大人になれるよ頑張るっすよ。はーい、お疲れ様。相変わらず微笑ましい感じね。なんだか本当に兄弟なんじゃないかって気がしてきたわ。あんたの言う通り、まつりちゃんの将来はあの子次第。いろんな経験をしてたくさんのことを学んで、それがあの子の未来の姿を形作っていくことになる。でもそれには周りで支える大人の助けも必要よ。あんたも大人扱いするにはまだまだだけど、まつりちゃんと比べれば長生きしてるわけだし、あの子が素敵な大人になれるよう、これからも手伝ってあげなさい。化粧やおしゃれを教えろって意味じゃないわよ。それじゃ、今回はこの辺にしておきましょうか。あんたたちの未来、私も楽しみにしてるわね。もしかしてまた寝ちゃったんすかね。またあんたが出てくる夢を見てた気がするっす。それでものすごくいいこと言ってたような気がするんすけど、どうしても内容が思い出せないっす。でも思い出せなくても大丈夫だとは思うっす。夢の中じゃなくてもあんたは自分にたくさん大切なことを教えてくれてるっすからね。それじゃお昼休みも終わりそうだし、午後のお仕事も張り切っていくっすよ。思い返したら一緒にたくさんの事件を解決してきたっすね。最初いがみ合ってたのが嘘みたいっす。あんたは自分なんかよりずっと大人で優しい人で、改めて言うのもちょっと照れくさいっすけど、あんたみたいになれたらって本気で尊敬してるっす。というわけで、こ
これからもそばにいてほしいっす。ヒーローが2人なら助けられる人の数も2倍。自分たちなら最高のヒーローコンビになれるっすよ。クリスティーナさんも書類仕事を大事にしてたっす。あの人も問題を起こしまくってはいたっすけど、ジュンさんからは一人前の団員として扱ってもらってたし、正義の味方も剣だけじゃ務まらないってことっすね。この機会にもっと書類を扱えるようになるのも悪くないっす。落とし物係でもまだ自分が担当してない書類とかあったはず。係長と相談してそろそろ新しい仕事を。受付時間中にすまんが緊急事態だ。対応のため落とし物係からも人を出してほしい。うちからも？また街で大暴れしてる連中がいるとか？そうではないが、ナイトメアのメンツがかかっている。窃盗団逮捕のため部署問わず団員総出で捜査することが決まった。もしかしてビースト族のお店ばかり狙う窃盗団の件っすか？ジュンさんも厄介な相手だって困ってたっすけど。私の方も動かせる団員全てを動員したのだが、情けないことに捜査状況は芳しくない。進展がないまま昨日5件目の被害が発生し、とうとうビースト族が被害者だから手を抜いているのではと市民から抗議が入った。このままではせっかくの友好関係に再び亀裂が入ってしまう。何としてでもそれは避ければならん。本当っすか？せっかく仲良くなってきたのにそんなの絶対ダメっすよ。係長、自分許可するわ。ただし結果は出すこと、それが条件よ。許可するわ。今日は私も窓口に立たないとダメみたいね。ありがとうございます。あんたも巻き込んじゃって申し訳ないっす。本当は落とし物係のバイトなのに。でもすごく頼りになるのは分かってるっすから、どうか一緒にこの事件を解決してほしいっす。我々は引き続き市内で捜査に当たる。団長が他の団員を指揮して検問を強化しているから、まだ市外には逃げられていないと信じたいが、あらゆる意味で時間との勝負になるだろう。お前たちには今回被害に遭った商店への聞き込みを頼みたい。ビースト族からの評判もいいし、協力を得やすいはずだ。了解っす。被害に遭われたのは私たちの店です。まさか自分が標的になるなんて。金庫の中を根こそぎ取られてしまったんです。ショックだったと思うっすけど、諦めないでほしいっす。犯人は絶対に自分たちが捕まえるので、どうか捜査に協力してほしいっす。そうね、あまり期待はしてないけれど。やっぱりやる気を疑われてるみたいっす。ここで被害を食い止めないと本当に隊長の言った通りになっちゃうっす。ママ、ナイトメアは来てくれた？悪い人たちを捕まえてくれる？あれ？君は？あ、パンフレットのお姉ちゃん。よかった、助けに来てくれたんだ。あら、息子を知っているの？ナイトメアに入りたいってことだったのでパンフレットをプレゼントしたんすよ。まさか被害に遭ったお店の子だったとは。そうだったのね。ありがとう。息子もすごく楽しそうに読んでたわ。でも
パンフレット破れちゃった。泥棒がね、お店の中を荒らした時に全部めちゃくちゃにされちゃった。また今度新しいパンフレットをあげるっす。だから元気を出してほしいっす。うん。あなたの見たことをこのお姉ちゃんに教えてあげて。犯人を見たのはこの子だけなんです。犯人を目撃してるんすか？それは有力な手がかりになるっす。ぜひ教えてほしいっす。夜トイレに行こうとした時に黒いフードをかぶった人たちがお店に入ってくるのを見たんだ。私たちは2階で生活してますが、トイレは1階にあるお店の方にしかないものですから。それで偶然目撃したってことっすね。黒いフード以外に特徴はなかったっすか？わかんない。みんなフードで顔も見えなかった。でも人数は覚えてるよ。3人だった。それで背丈はパパと同じくらい。3人いて全員黒いフードを着用っすか。顔は隠せるっすけど、街を歩いてたら目立つ格好ではあるっすね。背丈の情報と一緒に街の人たちにも聞き込みしたら、他にも目撃してる人が見つかるかもしれないっす。ねえ、これで泥棒を捕まえられる？僕たちのこと助けてくれる？パンフレットに書いてあったはずっすよ。ナイトメアは市民の皆さんを犯罪から守るための組織だって。頑張ってね、お姉ちゃん、お兄ちゃん。絶対に一緒に犯人を捕まえるっすよ。まだ自分たちのことあんなに信じてくれてるんすから。さっきの情報で即席の手配書を作ったっす。パンフレット作りの経験がここで生きるとは思わなかったっすけど、この手配書を見せながらどんどん聞き込みをしていくっす。すみません、ちょっとお時間いいっすか？これくらいの背丈で黒いフードをかぶった3人組見てないっすか？ナイトメアっす。捜査にご協力をいただきたいっす。この手配書なんすけど。目撃情報集まったといえば集まったっすけど、期待してたほど多くはないっすね。おまけにどう考えても窃盗団の拠点なんてなさそうな場所で急に目撃証言が途切れてるっす。飲食店が立ち並んでる区画で深夜でも人目があるところっす。やはり似たような感じで行き詰まったか。今までの事件でも目撃証言を集めたんだが、拠点にたどり着く前に情報が途切れてしまった。付近の捜査も行ったが物証も見つからなかった。何でもいい、何か奴らの手がかりが手に入ればそれが糸口になるかもしれないのに。そうっすね。あんたはここまでの話どう思うっすか？些細なことでもいいんで気づいたことがあれば教えてほしいっす。え、そうだったっすか？よし、この人のお話からお伺いするっす。見たところボロボロの黒いフードみたいっすけど、どこで拾ったんすか？定食屋の裏のゴミ捨て場だよ。あの時の！よく思い出してくれたっすね。さすがっす。調べてみる価値はあるっすよ。待て待て、お前らだけで話を進めるな。ちゃんと説明してくれ。もちろん。隊長、ついてきてほしいっす。はい？黒いフードの落とし物を確認したい？今回の事件の物証の可能性が高いっすよ。
落とし物として受け付けるときに拾った場所と時刻も記録してるから、かなり有力な手がかりになる可能性があるっす。なるほどね。目録によれば直近だとあなたが受け付けたのも含めて3件届いているわ。しかも全部事件があった翌日に受理してる。なんだと？どうして教えてくれなかったんだ。まさか証拠がとっくにこちらの手元にあっただなんて。そりゃ聞かれなきゃ答えられないでしょう。黒いフードが証拠品の可能性があるなんて話、今までこっちに来てないんだから。でもこれで分かったっす。犯人は逃走中にゴミ捨て場にフードを捨てて、そのまま処分してもらおうと考えてたんすね。ところが当てが外れていくつかは落とし物扱いされてしまった。おばあさんの届け出はさておき、他2件は飲食店が契約してるゴミ捨て場に捨てたのが運の尽きね。酔っ払ったお客さんが不注意で投げ入れたものだった。ってケースは結構あるから、お店としては落とし物として届けておけば後で揉めずに済むわ。それで偶然ではあるっすけど、物証がこっちに届いたわけっすか。そして自分たちは黒いフードの窃盗団について聞き込みをしてたから。フードを脱がれてしまえば証言が途切れるのも当然だった。途中で着替えたという説もなかったわけではないが、今までは裏付ける証拠がなかったからな。でもここからどうやって捜査を進めたらいいんすかね。物証が落ちてた場所と時刻は分かったっすけど、フード自体はよくあるものだし。いや、かなりヒントになるぞ。犯行現場と今まで目撃証言のあった箇所、そして今回フードが拾われたゴミ捨て場を結べば。なるほど、かなり具体的に逃走経路が分かるっす。しかも3件分同じことができるから、これで窃盗団の拠点がある区画がかなり絞り込めそうね。それぞれの逃走経路が最後に収束してるのは、だいたいこの範囲の中を捜索すればいいんじゃないかしら。それでも結構広い範囲っすね。こんなの自分たちだけじゃとても調べきれないっす。そうっすね、そうするしかないっす。他に取っかかりもないんだからやるしかないっす。隊長、どうすかね。この絞り込んだ範囲の建物をみんなを集めて片っ端から捜索するっていうのは。わずかでも可能性があるならやる価値はある。今すぐ団長に報告して集められるだけ人を集めるから、お前たちは先に対象の区画へ向かってくれ。了解っす。いよいよ勝負どころっすね。笑いが止まらねえよ。途中でフードを捨てるだけでこんな簡単に捜査をごまかせるんだからよ。きっとビースト族相手だから適当に操作してるんでしょうね。こっちとしては盗みたい放題でありがたい話ですけど、あとは検問さえなけりゃ金を抱えて市外におさらばできるのに。今のは自白ってことでいいんすよね。誰だ。ナイトメアっす。あんたら全員窃盗の容疑で逮捕するっす。なんだって。どうやってここを突き止めたんだ。適当にフードを捨てたのがあだになったっすね。どんなにうまくごまかしたつもりでもナイトメアは悪党を見逃さないっす。細かい説明が聞きたいなら牢屋でたっぷり聞かせてやる。無駄な抵抗はやめておとなしく投降しろ。冗談じゃねえ。親分やっちまいましょう。ここは区画ごと完全に包囲されてるっす。ナイトメアの半分が集結してるっすからね。それでも抵抗するつもりっすか。なんでそんな大ごとに。
ビースト族からちょっと盗んだだけじゃねえか。今までならまともな捜査だってしてなかったくせに。ナイトメアは変わったっす。どんな種族であっても困ってる人たちは助けるし、悪党は絶対に見逃さないっす。我々の覚悟を思い知るがいい。総員突撃、一人たりとも逃がすな。助かるっす。みんなに負けてられない。自分も突っ込むっすよ。数が違いすぎる。こんなの勝てっこねえよ。しかしどこかに逃げ道は。そんなものどこにもないっすよ。あんただけは絶対に捕まえるっす。あの子と約束したっすから。うぎゃーというわけで、これが盗まれたお金っす。不足がないか確認をお願いするっす。確かに全額返ってきているわ。まさか取り戻せるなんて。ありがとう、お姉ちゃん、お兄ちゃん。やっぱりナイトメアはみんなのヒーローだ。その通り。だから約束は守るっす。もちろんこっちの約束も忘れてないっすよ。新しいパンフレットだ。読んでいい？読んでいい？もちろんっす。まあ中身は前にあげたのと一緒っすけど。ナイトメアが変わったって話、信じていなかったけれど、本当だったのね。他のビースト族にも熱意が伝わったと思う。ありがとう。そう言ってもらえてすごく嬉しいっす。長い間仲が悪かったのは事実っすから、ちょっとずつ分かり合っていくしかないと思ってるっす。素敵なことを言うのね。これからもあなたたちのこと応援するわね。バイバーイ。バイバーイっす。今回も見事だったな。特に黒いフードの件は、お前たちが真面目に落とし物係の仕事に取り組んでいなければ見落とされたままだったかもしれない。ビースト族との信頼関係もより深まったようだしね。大きな仕事は小さな仕事を大切にする者しか成し遂げられない。日頃の努力の賜物ね。お手柄よ。おめでとう。みんなありがとうっす。ナイトメアが力を合わせた成果っすよ。あんな包囲網きっと他のギルドじゃできなかったっす。あんたもいっぱい手伝ってくれてありがとうっす。ここぞという場面でいつも大切なことを教えてくれたっすよね。すごくかっこよかったっす。だからその迷惑でなければなんすけど、たまにでいいからまた一緒にナイトメアでお仕事してほしいっす。